おはようございます。冒頭に意見をお話をさせていただきます。まず、代表を用いた PCR 検査が本日から利用可能となることになりました。代表を用いた PCR 検査を早急に実用化すべく、厚生労働科学研究における研究を進めてまいりましたが、発症から9日以内、お手元に資料があるかと思いますが、症例では、鼻咽頭、鼻の咽頭の隅液による PCR 検査と唾液による PCR 検査の結果に高い比率が認められることが検証されました。このため、発症から9日以内の者について、唾液 PCR 検査を認めることとし、本日、感染系の検体採取マニュアルの改訂を行うとともに、すでに承認されている PCR 検査キットの一部の変更承認、保険適用を行うこととしております。今後、唾液を用いた検査で確定的診断がなされることによって、これまでの鼻咽頭、鼻からの咽頭を拭うということに比べ、患者の負担も、また、検体採取機関の感染防御の負担も大幅に軽減されると考えております。また、合わせて濃厚接触者に対する PCR 検査の見直しについて、先週5月29日に国内外の研究も踏まえ、退勤基準を見直しをさせていただきましたが、それと同時に、ともに速やかに陽性者を発見する観点から、濃厚接触者は無症状であっても、これまでは発症した人ということでありましたが、無症状であっても PCR 検査の対象とすることとし、都道府県に集中しているところであります。また、検査体制についてでありますが、PCR 検査の分析能力が直近5月31日現在では、1日約2万5800件となっています。5月13日に承認された抗原検査は、今月から月に78万件の供給がなされると聞いております。また、地域の PCR 検査センターは、6月1日現在で157カ所に増加をしているところで、本日、自治体に対して検査体制の強化のための指針を発出をさせていただいて、相談から検体採取、検査までの一連のプロセスを6月中旬までにそれぞれにおいて点検をしていただき、必要な対策を講じていただくよう依頼をしたところであります。検査体制の強化に向けて、各自治体と国が力を合わせて取り組んでいく必要があると思いますし、厚生労働省では第2次補正予算に盛り込んだ関連事業第2次補正予算案に関連事業を盛り込んでおりますが、こうしたものも法案予算案が成立後に加えですね、こうしたものも活用して、自治体における取り組みを強力に支援していきたいと考えております。それからもう1点でありますけれども、雇用調整助成金のオンライン受付システムについては、スタート当初にトラブルがあり、ストップをし、大変皆さんにご迷惑をおかけをしておりました。必要なシステム改修を行い、十分な再発防止策を講じた上で、今月5日、今週の金曜日12時からシステムを再開をしたいと考えております。システムに不具合が生じた原因については、初回登録時に登録者に対し、システム上で利用者を判断するための ID が付与されることになっておりますが、複数のものが同じタイミングで登録作業を行った場合に、複数のものに同一の ID が付与されてしまうという不具合が生じた、それに伴うトラブルというふうに聞いております。このため、付与する ID が重複しないような仕組みを見直すとともに、登録段階でも ID が重複していないかを確認する仕組みも合わせて開始、という仕組みの開始も行い、このような問題が生じないよう再発防止に努めていきたいというふうに考えております。私の方からは以上です。